皆さんこんにちは、さきです。本日はセルブコスメでピンクメイクです。以前からすごくお問い合わせいただいていた、すでに発売済みのセルブのコスメを使ったピンクメイクをしていきたいと思います。前回の動画で紹介させていただいてレビューさせていただいたセルブの最近ね発売したばっかりの新作コスメの使いながらメイクしていきたいと思います。それでは動画スタート。ということでメイクを始めていきたいと思います。まず一番最初に使うのがこちらです。今回はブルーをベースに塗っていきます。こちらは全顔にまず塗っていってトーンアップしていきます。本当にそんなにね量は出さなくてよくてちょんちょんちょんって感じ。本当にこんな感じで頬の部分中心に塗っていく感じがいいかなと思います。かなり伸びがこんな感じでいいので少量で全体的にカバーができると思います。がっつりつけすぎちゃうとブルーは特に白浮きしてしまうので、こんな感じで少量を全体に少しずつなじませていくようなイメージでつけていきます。主に頬ですね、トーンアップさせるのは。ブルーは前の動画でも説明した通りトーンアップ効果はそうなんだけど、どっちかっていうと白肌、透き通る白肌っていう感じのイメージ感です。ほんと真っ白、雪国の女って感じの肌にしてくれるカラーになります。パープルもねトーンアップにすごくいいんだけど、パープルどちらかというと透明感上げたりとか、あとブルベ系のメイクする時とか私パープル使ってほんのりちょっと青み肌にして使ったりとかしています。でも私結構ブルーが好き。髪の毛も今黒に近い色にしてるので、それもあってブルーの方がねちょっと馴染みがすごく自分的にはいいんだよね。でおでこもそんなにめっちゃ全体じゃなくてもね大丈夫。どうせこの上からクッションファンデーション塗るので、ここでなんかベース超完璧にしなくてもある程度全体になんとなくなじませれば大丈夫です。で今多分こことこことここが多分かなり透明感がアップしたかなと思います。次に使うのがこちらです。ピンクですね。これはくすみとクマのある部分、こんなもん。やばい、はずくない？爪ちょんちょん、ほんとこのだけで、この口元のくすみ。ちょうどさっきさ質問コーナーやっててさ、インスタで口元のなんか青ひげ感っていうのかな、そういうくすみとか口元の青ひげ感とかも消えますかって言われたんだけど、そういったものにもこういう血色感をプラスしてあげたりとかすると一気に綺麗に改善されるのでとってもおすすめです。ほらね、わかるかな、ほらクマ消えた。で口元もさ、なんか口角上げたりとかでさくすみ飛ばすのにさコンシーラー皆さん使ったりとかするじゃん。その要領でこのカラーコントロールベースを使ってもらえれば大丈夫って感じです。コンシーラーだとやっぱりさ口元ってやっぱよく喋るし、一日の終わり見たらもうここら辺ベトベトギトギトになってるわけよ。それがやっぱりカラーコントロールベースだから、ファンデじゃないからさよれても全然気にならないっていうのがこのベースのいいところ。今クマと全体のベースが完成しました。次に使うのがこちらのグリーンです。グリーンも使うのはこのくらい。ちょっとこれですらちょっと多いかなってぐらい。小鼻の部分にこんぐらいですね。小鼻の毛細血管のところ。でもこれもねコンシーラーで本来は消したりとかするじゃん、ここの赤みとか。そうするとなんかちょっとアップノーズに見えますよとかさ、鼻がちっちゃく見えますよとかあるじゃん。でもそれも結局さ小鼻ってやっぱりさ皮脂が出るからさよれやすいわけ。それをこういうコントローラーで消してあげるとよれにくいよっていう。もうなんせよれるからパウダーもファンデーションも絶対薄付きの方がいいのよ。こんな感じ。もう消えたよね。コントロールカラーはこんな感じです。次に使うのがこちらのクッションファンデーションです。私はこれは19号を使っております。で21号でも全然普通の標準色よりも他のブランドさんよりもちょっとやや明るめに作られているので、全然21号でも明るくなってくれるんだけど、私は結構真っ白にしたいタイプなので19号を使っています。あとはちょっとね19号のがピーチトーンというかややピンクみがあるようなカラーになってるので、今日ピンクメイクしていくので19号がぴったりかなと思います。だからといって21号がピンクメイク合わないわけではなくて、多分目に見えるほどのピンクさはないからほんのりって感じだから、全然21号でもいいかなっていう感じです。21号がベーシックだよね、割とスタンダードだよね。でもさ多分私が19号いつも使ってるか分かんないんだけど、19号がすごい人気なわけだから、ちゃんとね私みたいに首の色違うよって指摘されちゃうから、みんなちゃんと首の色も合わせてカバーしていかないと真っ白のに浮いちゃうから注意してください。部屋でさメイクしてるとさ分かんないじゃん、自分の顔
の白浮きとか日光出た時にビビっちゃうよね。ちょっと本当にこのファンデーションは優秀だと思う。なんか私さ、撮影の時ってさ、いつもリキッドファンデーション使ってるじゃん。なんだけどリキッドファンデーション使わないもんね。でなんでかっていうと、やっぱ長時間撮影するからさ、クッションファンデーションって夕方になるとどうしてもくすみやすいし、水分量がさリキッドファンデーションと違うから仕方ないわけ。それはリキッドファンデーションのカバー力が強くって、今までリキッドファンデーションを使ってたんだけど、よれても着にくいし、よれても綺麗なの。だからお直しもしやすいんだよね。でなんかさ、撮影の時ってさ重ね付けするじゃん。すごい何回もさ着替えるごとに重ねていくから、クッションファンデーションの方がいいなと思ってこれを使ってるんだけど、マジで最強なの。しかもね、まだ言えないんだけど、言えないというか見せれないんだけど、お粉もね作っているわけですよ。でもう完成してるんですけども、今後発売のねお粉がありまして、それとしてね一緒に使うとね、マジでね本当にね一生崩れない。私の今年の夏はねずっとそれの組み合わせでした。だからちょっと楽しみに待っててください。しかもさ、昨日ねお肌の管理にさ行ってきたわけ。私インスタ見てくれてる子は分かると思うんだけど、レーザー治療とかじゃなくてムルトックスっていう韓国発祥の、日本でそのサロンでしか受けれない施術があるんですけど、それを受けたからねお肌がつるつる。分かるかな、おでこ見て、鏡っすかみたいな。やばくない？マジですごいね。やばいよね。でしかもやっぱノリが全然違う。もうやばくない？私今さっきまで今日撮影だったから化粧したんだよね。普通にビオレの化粧落としで適当に、ビオレのさ化粧落としだけだとさ洗顔ちゃんとしてないからさめっちゃ毛穴残るじゃん。それでもこんな綺麗なんだよ。すごくない？マジですごいですし、スキンケアも意外とペペペってやられてたじゃないですか。そう、スキンケアもちょっと撮影の後でも用意も全然なかったから、このリジュランの美容液だけを、これもすごいいいんだよね。これもすごいいいの。自宅でもこれスキンケアで使ってるぐらいすごいいいわけよ。サーモンのエキスが入っててお肌プルンプルンになるんだけど、もうこれ使っただけなのにマジでツヤツヤ。しかもそれでいてこのクッションファンデーションが凹凸なくしてくれるから、マジでね完璧なわけ。とか言ってる間にこんな感じで超綺麗じゃない？均一というか色ムラが全然ない状態。小鼻とかも赤みどこ行ったのって感じ。小鼻ら辺には塗ってないから、なじませてるだけだからこんなに綺麗になります。お粉を塗っていくんですけど、ちょっとこちらは見せられないよっていうことでセルブの新作のお粉になります。それ以外だったらコスメデコルテのこういうやつとか使ってもらえたらなと思います。あと私が過去に使ってる商品参考にしてみてください。私は最近このパウダーしか勝たんという感じで。やばくない？見て、すごくない？均一マット陶器肌。そういうこと。来店イベントずっと立たれてたのに、これだけでポンポンポンってやられてたじゃないですか。私基本的に来店イベントってそんなに多く開催できないというか、1年1年に 1,2 回マックスで2回ぐらいしか立てないので、基本的にそんな時間で分けたりとかせずに、ほんと朝から夜まで10時間ぐらい、1日の休憩15分ぐらいでずっとお客様と喋りっぱなしで、この間のセレブの時なんてマジでずっと最初から最後まで列が続いてくれてて、お客様がたくさんでご来場いただいて、だからマジで10時間ずっと喋りっぱだったんだよね。それで化粧直しもやっぱほぼできないから、その15分しか直してないから、マジでずっと立ってたのに普通に綺麗だったよね。マジで綺麗で、しかも本当に水飲む隙にこうやって、そう力作だからさ、自信を持って自慢できるし、本当にねおすすめ。眉毛とかはちょっと省略させていただきます。ということで次がこちらのアイシャドウになります。アイシャドウまずベースにこちらのピンク塗っていきます。このピンクもねほんとね、イエベブルベ関係なく使ってもらえるようなカラーになります。なんか青みすぎるとさ、ブルベさんしかさやっぱ得意じゃないだろうし、ちょっと印象も限られちゃうけど、こういう絶妙などちらも使えるカラーだとどんなメイクにも触れるのでとってもおすすめ。私はねやっぱピンクがね最近ずっとマイブームだから、ピンク系を使うことが多いです。これはアイホール全体に重ねちゃって大丈夫です。てかね、今こっち物もらいできててさ、ほぼ今治りかけって感じなんだけど、この二重幅じゃここにさ物もらいがまだ今ちょっといるのよ。だからちょっと二重幅がさ均一になったっていうか、だから広がったんだよね、右目。超発色綺麗だよね。どのブラシで使っても発色いいからねこれ。でも指とかじゃない方が綺麗かなって思う。全体に広げていきます。私はアイシャドウベースにちょっと涙袋ペンシル、キャンメイクの涙袋ペンシルを一旦引いてその上につけてます。涙袋描くのが似合わないからさ、ベースにこういうペンシルで仕込んどくとなんとなくの涙袋になってくれるんだよね。なくても全然どちらでもいいって感じ。さっきと同じ色今つけてます。私は涙袋の全体にこのままつけちゃう。目の下の位置を下げていくイメージ。ブラウン系とかで目の下のところ囲んじゃったりとかするととんでもない顔になっちゃうんだけど、こういうピンク系で囲んでもさ結構濃くつけても全然馴染むから、中顔面下げたい方はすごくおすすめ。もうこれだけで目のさここのサイズ感がこんぐらいになったじゃん。正直この単色だけでも全然アイシャドウ完成ってぐらいなんだけど、今度はこちらのこの色を使っていきます。
ほんのりブラウンに赤茶っぽい感じ、赤みを入れた色になってます。これも本当に絶妙で、ブラウンはブラウンでもね激しくブラウンになるものがあるというかなんだけど、これは馴染むの。私今黒目の下に塗ってるんですけど、黒目に下に塗った時に馴染むか馴染まないかがすごい大事で、赤みブラウンはねマジでちょっとうさぎっぽい顔にしてくれるし派手にならないのですごくおすすめです。目のねほんと黒目の下だけに塗ってる今。アイラインを引いてからまたさらにシャドウを足していきたいと思います。アイラインが今引き終わりました。こちらで使ってるのもデジャビュのブラウンでいつも使ってるやつなので、過去の動画とか見ていただけたらなと思います。この上にまたこの赤茶をのせていきます。目をね今平行なんだけどインライン目にしたいので、ここの部分を赤みブラウンでアイラインをなぞっていく感じ。あとはここのラインの上にちょっとなじませてさりげなくしていくと何ら変わってないようで、意外とこのなじみ合わせがねすごく重要なんです。ラメは最後につけていくので一旦今はつけません。続いてチークに移りたいと思います。チークはこちらのまずバレリーナを使っていきます。バレリーナはややちょっと白目というかふんわりするような恋するハッピー系のカラーになってます。多幸感満載な感じ、さりげない薄付きなので、チークが苦手な方でもさりげなく血色感をプラスしてくれる感じで、ややねちょっとハイライトみたいな感じで大粒は入ってないんだけどややパール感を入れているので、お肌もチュルンチュルンになります。ギラギラなハイライト苦手な方とかはこちら使っていただいたりとか、あとはね毛穴を埋めてくれるっていう表現が合ってるのかわかんないんだけど、毛穴をねカバーしてくれるんだよね。細かすぎてこのパウダーの繊維がパウダー代わりにさりげなくつけてもらってもいいかなと思います。ツヤツヤギラギラすぎるチークとかだと毛穴が逆に光で見えてきちゃったりとかするんだけど、これは本当にそれがなくって、むしろ本当にプレストパウダーみたいな感じでカバーしてくれるのでとてもおすすめです。あとこういうピンク系をちょっとこの目の下にこうやってやるだけで血色感が若干プラスされて目のクマもさらにカバーできる。だから私ちょっと余ったやつとかでトントンってこう取って、こんな見えるほどの色はつかないんだけど口周りとかにこうやって入れてくすみ飛ばしたりとかする。あとはここの鼻ノーズシャドウ今もうしてるんだけど、ここの鼻のここの部分にこれをほんのり入れるじゃん。でその上にこことここにハイライト塗ると鼻がめっちゃ短く見えるからおすすめです。これウォニョンちゃんもしてるらしくって、なんかのメイク記事で見たんだよね。で今ベースのチークが今塗った状態、今度重ね付けしていくのがこちらのダスティーピンクです。ダスティーピンクはさっきよりもちょっと大人めな深みのあるピンクになってます。これは私こちらのスポンジで使っていきます。知らないっていうのは受け付けておりません。承知です。これを中心にね、すごくない？ちゃん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 。私チーク大好きなの。チークないメイクしなくない？私チークが生きるメイクしかしないんだよね。チークってすごく可愛い。ほら超可愛いじゃん。恋してる系メイクみたいな、ルンルン系メイクみたいな。一人で喋ってるじゃん。で鼻のところにものせちゃう。最近うさぎメイク系にハマってんだよね。今日ピンクしか使わないからこれには使わないんだけど、このピンクのメイクにちょっと赤みのあるシャドウとか使ったりとかして、ここら辺とかね使うと超うさぎっぽくて可愛い顔になるからおすすめです。続きましてこちらのハイライト塗っていきます。01番の使っていきます。どのカラー使ってもいいんだけど、まずここの右上のカラーを使っていきます。これはちょっとね大きいラメとちっちゃいラメが混ざってて、ややコーラルピンク系のカラーなのかな。これが一番テクスチャー的には濡れ感のあるラメになる。ほら超綺麗。ツヤ玉が作れるっていう、ツヤ玉が欲しい方はこちらをお求めください。わかる？こっち何もないの。夜のさ外カメフラッシュ今さ SNS とかで流行ってるじゃん。そういう写真撮る子とかぜひ使ってほしいな。ショーペンペンってなるから。あと最近よくしてるのがこの色ね、やや青みを混ぜたようなピンクなんですけど、ニコってでしたところのほんの少し、もうほんとここだけ入れとくと、自然に笑った時とか会話してる時にってなった時にここにツヤ玉ができるから、韓国の女優さんみたいな感じになるのと、ちょっと中顔面がキュッとなります。あとはこれが一番光る。このハイライトで目の下をふっくらさせていく。目の下のくぼみはねハイライトで補えるので、目の下が脂肪がなくなってきてこういう目になったりとかするじゃん。それは改善できないんだけど、ここの膨らみが少しでも改善することによってお顔がフレッシュな感じになりますよっていうのを教えてあげたらすごい良かったって言ってくれる。ほんでもってお花です。お花もさっき使ったここ使っていきます。もう一筆ですスッスッって感じなんだけど、これをなじませていくと、さっきのチーク引いたところの上ね、で次にここやばーくない？
次女神スポットも塗っていきます。女神スポットも、さっき使ってたこの色、これもこれだけでやって女神スポットもおしまいです。あとはここにいつもラメ入れてるので、ここにラメを塗っていきます。ここにちょっとベースの涙袋ペンシルを押し込んでいくんだけど、これもちょっと過去の動画を見てほしいなと思います。一旦これでね、ペンシルでこうピョンって書いといて、今私も開発中なんだけど、涙袋ペンシルでラメが思ったように発色することってないわけで、今私もちょっとそれがめちゃめちゃ綺麗に発色するように自分で今オリジナルで作ってるんだけど、まだ開発中なんだけどまだできてないので楽しみにしてください。なのでどうしても涙袋ペンシルのラメバージョンに絶対にまた固形のラメを塗らないといけない。でもそれをなくしたいから今頑張ってペンシル作ってるから待っててください。今塗ったところにこのラメをのせていきます。ギラギラにしたい時はシルバー系のラメ、さっきのハイライトとかのせてもいいんだけど、ちょっとピンクで今日はなじませたいので、ラメはめっちゃつけてるんだけどさりげないってなるのがこっちのピンクです。さりげなくうるうるになったでしょ。そしたらまたこの同じやつをここに塗ります。ポイントはここじゃなくってここポンポンするように塗ってください。これはね、若干ねクリーミーな成分も入れているので風が吹いても取れやしません。ほら超綺麗。体幅の中間のところに塗ることで、まぶた絶対目動かすじゃん。そうした時にすごい綺麗に光が入ってくれるのでとってもおすすめです。私はちょっと調子乗ってたまにこういうところにつけちゃうんだけど、今日はちょっとやめときます。でアイメイク終わりました。つけまつげをつけました。使ってるのはダイヤモンドラッシュのつけまつげです。汚な。リップメイクに行く前にまずこちらでシェーディングしていこうと思います2色使っていくか1色でいくか迷ってるんだけど、まずはこちらのカインダーピンクを使っていきます。まずこちらのカインダーピンクを塗りました。これでもねヌーディーな感じで可愛いし、髪の毛明るめの方とかこういう感じのリップ使ってもらう、単色使いしてもらうとすごい可愛いと思います。ただちょっと最近グラデにハマってるので、こちらのドミナントローズも使っていきます。このような感じで取ります。中央だけにメルティ系のテクスチャーなのでティントほどグラデ感は出ないんだけど、ほんのりちょっと2色をミックスさせて使うとこういう絶妙なピンクになります。このままでももちろんいいんだけど、こういう感じでこの中央とかにこうやって重ねてあげるとよりプルンプルンになります。でメイク完成かな。これで完成したよね。あ、待って忘れてた。ハイライトもう1個塗りたいところあった。ここね、おでこのさここあるじゃん。こうやって塗るとねすごいね光が入ってね可愛いことに気づいちゃったんだね。わかる？なんかワンホミ強いよね。私結構オールバックにするの最近ハマっててさ、よくするから。オールバックにするときはおでこが耐えるようにこういう感じでここにのせてます。あとここの眉毛の上ヒアルロン酸入れたんかってぐらい綺麗になるので、こめかみって意外とへこんでるとちょっと女性らしさがなくなるんだけど、ちょっと男性的になるというか、こめかみがねこうやってふっくらしてると女性らしいのよ。どっから見てもよくここに入れる人いるじゃん。きっとおでこが丸い方、私も多分丸い方なんだけど、なんせ狭いからここに入れててもあんまり可愛くならないんだよね。どうしようかなと思って自分のお肌の調子がいい時にどこにツヤができてるかなって考えた時に、割とここが光ってるとすごい可愛い、盛れる。研究した結果ここに入れてます。なので、おでこがもともと広くて丸い方は別に入れなくてもいいと思うんだけど、私みたいに狭めでっていう方とかはこういう入れ方してみてください。はい、ということでヘアメイクも全て整えていきました。いかがでしょうか。本日のメイクはですね、ピンクメイクだったんですけれども、ピンクメイクの中でも今日ちょっと意識したのは、こういうふんわりしたピンクトップスも着てるし恋しちゃったみたいな感じのメイクをしてみました。お肌のこのチークもちょっと2色を使ってふんわりとグラデーションにしているのと、あとツヤも全体的に入れてるんだけど、すごく肌なじみがいいハイライトになるので、テカテカなんだけど塗ってる部位によって使ってるテクスチャーが違うから結構しっかりと密着して馴染んでくれる綺麗なツヤにしてくれるのがポイントかなと思います。リップもちょっとこのグラデにしてて、ほんのり赤みとベビーピンクと混ぜたような感じにしています。全部ね薄い系の甘々ピンクにしちゃうと結構本当にがっつりガーリーな感じになっちゃうので、大人っぽさとヌーディーさと柔らかさをミックスしたピンクメイクにしてみました。オレンジメイクは以前に動画で出させていただいたんだけど、ピンクメイクがすごく人
人気で、ピンクメイク早く見たいっていうお声もたくさんあったんですけど、やっと出すことができました。個人的にもすごいね、満足がいったメイクになっております。あとは今日省いちゃったんだけど、こういう甘いピンクメイクするときはちょっと束感のあるまつげ使ってみたりとかすると、より柔らかさの中にドーリー感みたいなのがプラスされて可愛いかなと思います。ということで本日は最初から最後までセレブのアイテム縛りでメイクしてみました。気になるものがあった方はコメント欄と私のインスタの DM の方にコメント待ってます。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしております。バイバーイ。